こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、授業崩壊の目になる NG 指導5選、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。授業、学校の先生方一生懸命頑張ってると思いますけれども、これ良かれと思ってやっていたけれども、それやるとむしろ授業がガタついていってしまうんですよっていうことが結構あったりするんですよね。この動画最後までご視聴いただければ、むしろやらない方がいい、いや絶対にやってはいけませんよっていうその授業指導5つ手に入ると思います。安定した学習指導が手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。はい、それでは早速やっていきましょう。まず1つ目はですね、じゃん、こちら、ざわついたまま挨拶をしてしまうということですね。授業の挨拶のことです。多くの学級がですね、授業始まるときに挨拶してると思います。今から算数の授業始めますとかね、お願いしますとか、言葉は何でもいいんですけれども、授業の開始の挨拶をしてると思います。挨拶っていうのはいいですね。休み時間のぐちゃぐちゃとした興奮したテンションから一回引き締めて学習モードに戻すことができるので、非常に効果的な指導だと思うんですけれども、これがざわざわした状態で授業挨拶してしまうと、要するに興奮状態のまま学習に入っていってしまうということですね。挨拶をするんだったらきちんと授業挨拶をする、正しい挨拶の仕方をきちんと教えて子どもたちに実践させていってあげてくださいね。それだけで随分穏やかな授業の入りになると思います。続いて2つ目、教師が授業開始を呼びかけちゃうってことですね。これまた授業の開始のお話ですけれども、だいたいチャイムが鳴って授業開始したりするじゃないですか。この時にいつも皆さんどうやって授業開始していますか？誰が今から授業挨拶するよとか授業始めますよって第一声呼びかけてますか？学級が成熟してくると子どもたちがやるんですよ。自分たちでスッと立ったり誰かが呼びかけてくれたりするんですよね。でも学級が未熟だと誰が呼びかけるのか、そう先生なんですよ。はい、授業始まりますよ、チャイム鳴ったよ、早く座りなさい、戻ってきなさいっていう状況になってしまう。これはやっぱりその瞬間は確かに子どもたちは着席して授業を始めることはできるかもしれませんけれども、その先生に何かあった時、お休みしちゃった時、出張に行っちゃった時、学級が一気に機能しなくなるっていうことですね。なので授業の開始の合図第一声は絶対に先生がやるべきではないと僕は思いますね。僕の場合どういうふうにしていたかっていうと、子どもたちにやらせてあげていました。具体的に言ったらそういう役割を作ってあげるといいかもしれません。僕の場合は日直さんでしたね。日直さんが授業の挨拶してくれるんですけれども、その時に日直さんは授業の挨拶係だけではなくってその場を取り仕切る運営係であるので、もしそこに座っていない人がいたら座りましょうとか立ちましょうとか、荷物きちんと揃えましょうね、勉強道具ちゃんと揃えてますか、揃ってますかとかっていうような、そういった注意とか確認をできるような子どもたちにちょっとずつ育てていったっていうこともあるし、一番はタイマーを当番日直に使わせてあげていたということです。どの学校にも1つや2つタイマーがあると思うんですよね。でこのタイマーやっぱでっかければでっかい方がいいと思います。例えば電子黒板ででっかいタイマーを映すとか、スクリーン投影できる黒板に投影できる機械を使ってタイマーを映すとか、そういったものがいいと思います。間違ってもキッチンタイマーちっちゃいんでね、見えづらいんでやめてください。大きいタイマーを使って、それを誰でも使っていいよじゃなくて、日直さん、その日の日直さんだけ使ってもいいですよっていうような特別な特権のような感じで演出してあげるということですね。そうすると日直さん喜んで、タイマーを動かしてくれると思います。次の授業まで5分だな、ピッ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 5分設定して用意スタート。自分で設定したから時間が気になるわけですよ、日直さんはね。で残り1分30秒だったらそろそろタイマー鳴るよとかっていう声掛けしていいんだよ、どんどんしていいんだよっていうのを促してあげるわけですよ。そうすると子供から子供、声がかかるような集団に少しずつなっていくっていうことですね。間違っても授業開始の第一声を教師が叫ぶっていうことのないようにしていきましょう。これが2つ目でした。3つ目、ながら授業を OK 許しちゃうっていうことですね。ながら授業っていうのは例えばそうですね、聞きながら話す、子供が聞きながら誰かと話してるとか、話しながらなんか書いてるとか、書きながら聞いてるとか、そういうながら授業っていうものをやめた方がいいと思いますね。最初のうちはね。子どもたちっていうのは非常にマルチタスクが苦手なんですね。これすごく大事ですよ。教師をやる上でめちゃくちゃ大事です。子どもたちはマルチタスクがめちゃくちゃ苦手です。マルチタスクすると確実に一つ一つのそのタスクのクオリティが下がってくるんですね。なので基本的にはですよ、一つの時間には一つのことしかさせない。話を聞くんだったら聞く時間、書くんだったら書く時間、話すんだったら話す時間、ちょっと融通きかないような感じがするんですけれども、これが基本です。
これが基本で、その発展系としてながら授業があるんですね。誰かの話を聞きながらはいはいはいってこうメモする、そんな瞬間とかってあると思うんです。むしろそういう力を育てていきたいのは行きたいんですけれども、まだ発達段階が低い、あるいは発達段階が高かったとしても学級の基盤が整っていないんだったら、ながら授業やめた方がいいと思いますね。これが3つ目でございます。4つ目、担任時計を使うということですね。担任時計といったら担任のこの腕時計のことではありません。担任のこの腹時計、腹時計っていうか担任の体内時計ですね。じゃあ例えば今から3分間一人一人ノートに自分の考えをまとめましょう、用意スタートって言って活動させるとするじゃないですか。ところが子どもたちの様子見ていたら、まだ3分経ってないんだけども、だいたいもうできてる、いいかなっていうふうに思ったんで、はい OK じゃあ3分経ちましたよっていうふうにして実際は2分で切り上げちゃうとか、これ担任時計ですね。やめた方がいいです。これ要するにどういうことかっていうと、3分間の学習しましょうね、3分間始めましょうねって言ってるにもかかわらず、それが視覚支援されていないっていうことですよね。教師の中にしかないブラックボックスになってるわけですよ。つまりこういう質問がいっぱいまず飛んできますね。先生、あと何分ですか、あとどれぐらいですかっていうような無駄なコミュニケーションコストが必ず生まれるようになっていきますね。またその先生がいなくなった時ですね、いなくなった時にいつも担任の先生が自分のさじ加減で時間をコントロールしてくれているその絶対心がいなくなってしまうと、子どもたち非常に脆弱な集団に早変わりしていってしまいますね。自分たちで時間を決めたり、自分たちでタイマーを起動させたり、そして自分たちで時間の感覚っていうものが分かっていない集団なので、その先生がいなくなると途端に時間の守れない学習集団になっていってしまうんですね。確かに担任時計というのはめちゃめちゃ便利なんです。その授業のことだけを考えたらうまくいくんです。だけれども先生の仕事はその授業をうまくすることはもちろん、本当の意味では子どもたちを成長を促していきたいんですよね。時間感覚のない子どもたちに時間感覚を養ってあげたいんですよね。だとするならば子どもたち全員で時間を決める。例えば何分欲しいですか、4分欲しいです。分かりました、じゃあ4分タイマーで動かしますね、用意スタート。始めてみたら4分全然いらなかった。つまり君たちはこういう活動は4分もいらないっていうことなんだね。学びになったね。こういう風にして子どもたちっていうのは時間感覚を獲得していくわけですよ。そういう子どもたちの実は学習の機会を奪っていることにもなるんですね。おそらく良かれと思って担任時計を使っている先生多いと思います。悪いことだけじゃないんですよ。その瞬間その授業うまくいくことも多々あるんです。だけれども長期的に見た時にはもしかしたらそうではない結果も待っているかもしれません。最後5つ目でございます。5つ目はですね、丸付けのために子供を教師の前にずらっと並ばせるっていうことですね。たまにあるんじゃないですか、こう丸付けをするとか、なんかリコーダーのテストをするとか、できた人から先生とか並びなさいよって言って先生がチェックしてる間に2人3人5人10人15人ずらーっと並んじゃって、もう廊下にぶつかってもうカクンって曲がって教室の後ろのロッカーの方までこう長蛇の列ができてるなんていうことあるかもしれません。これやめた方がいいですね。なんでか、並んでる子どもたちが何をしてるかっていうのをこう見てみたら分かりますよね。だいたいその辺にこう腰を下ろして座ってたりとか喋ってたりとか、それが発展してエスカレートして追いかけごっこになっちゃったりとかしてるわけですよ。要するに、学んでないんですよ。学習の時間なんだけれども学びに見せかけた学びではない時間を過ごさせてしまっているってことですね。これは子どもたちの大切な学習の時間を奪い取ってるに等しいことだと思うんですよ。なので子どもたちの何か丸付けをしたい、チェックをしたい、そういう時には子どもたち全員を並ばせるというのはこれやめた方がいいと思いますね。学級の秩序不安定になっていきます。じゃあどうするのか、一部の子どもだけ呼んだらいいと思いますね。じゃあ今からリコーダーのテストしますよ、一般だけ来なさいね、それ以外は練習をしていていいですよとか、そのテストが終わった人はじゃあこの読書を続きしてみましょうかとかっていうような形できちんとテストを受けている子どもも学習の時間になっているし、テストを受けていない子どもたちも学習の時間になっているし、誰一人無駄な時間がないんだっていう状況を作っていきましょう。そう考えるとこの長蛇の列を作らせるっていうのは非常に非効率な学習の時間ですよね。これ絶対にやめていきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、授業崩壊の目になる NG 指導5選、こんなテーマでお話しさせていただきましたけれども、何かお役に立てるところはあったでしょうか。もしあればですね、よければいいね、コメントしていただけるとすっごい嬉しいです。最後一つお知らせさせてください。授業崩壊の目になる NG 指導なんですけれども、実は全部で10個あるんですね。残りの5個は研究所メンバーシップの方で紹介していきたい
いと思いますので、もし興味があったら、もっといい授業したいよ、いい学級作りしていきたいよ、残り半年5ヶ月で学級きちんと安定させていい形で終わっていきたいんだって思う先生がおられたらですね、よければ研究所メンバーシップにご登録いただいて一緒に学んでいきましょう。数百名の日本全国の先生方が今まさにリアルタイムで一緒に学んでおられます。お待ちしておりますね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。